皆さんこんにちは、のらんです。今日は帽子をいっぱい集めてみました。私そんなに帽子を持ってなくて、あんまり買ったりとかもしてないんですけど、本当は欲しいんですよ。でもやっぱ帽子って当然ドールの頭のサイズによって変わってきますし、帽子もねいろんな種類があるので、なかなか積極的にコレクションしないとないんですよね、種類が。で、作りゃいいんですけど、あんまり今までチャレンジしてこなかった。やっぱね、ちょっと立体って苦手意識があるんですよね。お洋服はまだ半立体みたいなとこがあるのでいいんですけど、帽子はもう完全に立体じゃないですか。なのでね、ちょっと苦手意識があったんですが、せっかくなのでね、やってみたいと思います。で、今ちょっとね、手元にあるもの、これはもう全部既製品というかね、ドールについてきたりしたものばっかです。一応紹介しようかな。これは多分、リカちゃんキャッスルのお人形教室でついてくる帽子じゃないかな。なので多分リカちゃんにベストサイズなんだと思います。ルルコだとね、全然大丈夫なんですけど、若干大きいのかなっていう感じですね。次、これはプチブライスだったと思います。プチプライスのお帽子。これなんていう帽子なんですっけ？忘れちゃった。可愛いですよね。これはね、確かね、割と、でもちょっと大きいな。可愛いですけどね。どっちかっちゃ秋冬の帽子なのかなという感じがします。次、こちら。これはね、カービィモモコの、帽子です。なんで、布製じゃなくて、プラスチックなのかな？硬い帽子なんですけど、これももこさんのサイズなので多分ね入らないですよ。ほら、ももこさんってすごい頭ちっちゃいのでね、ルルコちゃんもそんな大きくないんですけど全然入らない。なんでもうこれ完全にももこ専用サイズです。で、最後こちら。これはね、確かアゾンさんのドールですね。アゾンさんのドールでついてた帽子になります。これね、めっちゃ可愛いですよね。ルルコちゃん、でもそんなサイズ的には悪くないのかな。めっちゃ可愛い。いいですよね。いろんな帽子があるんですけれども、今回作ろうかなと思うのは、いわゆるこのタイプ、キャップタイプの帽子ですね。これを布製で作ろうかなというふうに思います。もう完全初めて作るのでうまくいくかちょっとわかんないんですけど、うまくいけばね、すごいいろんなおしゃれが楽しめるので、ちょっと頑張ってみようかなと思います。で、型紙はもう何連続だろう。ずっとこの型紙使ってますけど、リカちゃん着せ替えソーイングブックの2巻。こちらにね、キャップが掲載されてますので、こちらの型紙を使っていきたいと思います。まずは一旦型紙通りのサイズで作って、おそらくリカちゃんには合うと思うんですけど、それこそルルコだったり、オビツ制服計画だったり、で、どのぐらいのサイズ感になるかやってみて、またね、サイズ変更とかはやっていきたいと思いますけど、一旦型紙通りで今回はキャップを作ってみたいと思います。はい、完成しました。せっかくね、リカちゃん型紙本なので、今日はリカちゃんにまずはかぶってもらったんですけれども、実はね2個作ったんですよ。こういうふうね。で、最初はこのジーンズのこれで作ったんですけど、もうちょっと見るとねわかるんですけど、ちょっと大きいんですよね。大きいんですよ。で、かぶせると当然大きい。全く見れなくはないんですけれども、やっぱりね大きいなっていうのはパッと見でわかる感じですよね。こんなこともあろうかとっていうことはなかったんですが、2枚ね布は切っておいてたので2個目作りました。これはちょっと改善して作ったという感じです。そしたらこれはほぼジャストサイズなんじゃないかなという感じがします。なんでこういうことになったかというとですね、ちょうどこちらにルルコちゃんが今いるんですけれども、こちら、前々回ぐらいの動画かなで、ジーンズを作って大きすぎたよねというお話をさせていただいて、割と私にしてはね早く作り直したんですよ。これでこんな感じに仕上がったと
いうところで、これ別に型紙はいじってないです。何をしたかというと、縫い幅をちゃんと忠実にしたっていうだけなんですけれども、そしたらね、割とほぼいいサイズなんじゃないかなという感じになりました。後ろもスナップでこんな感じでね、留めてますけど、ポケットはね、ちょっとやっぱ1個にしちゃったんですが、そんでもいいんじゃないっていう感じのサイズ感になりましたので、結局これもなんですけど、これもですけど、私多分本来の型紙の、縫い幅よりももっとこう端を攻めて縫っちゃってるんだなということがこれで分かりました。で、なので、これはそういうことだったんだなということで、今回このこっち側作る時も、ちゃんと幅を意識して縫ったらぴったりになったということですね。ちょっとこれから気をつけます。あんまり攻めすぎずにね、ちゃんと型紙通りの縫い線を忠実になるべく再現するようにしようかなというふうに深く痛感いたしました。今回ね、良かったですよね。2個同時に作ってなくてね、ちゃんと1個ずつ作ったのがまさに良かったなという感じです。で、具体的にもうちょっと帽子の内容を見ていくんですけれども、裏側はこんな感じになっています。どうしても6面貼ってる分、中は多少ゴワゴワしちゃうんですけれども、この縁の部分にね、リボンをつけることによって、すごいこの本物のね、帽子の裏面のような感じになって、すごくこう見栄えはいいなというイメージです。で、こちらはもうごく普通の布で、こちらが8オンスのジーンズで作ってますけど、特に問題なく作ることができたので、帽子だから特別分厚い布じゃないといけんとかいうこともなく、さすがにローン生地とかだと薄すぎるかもしれないですけど、綺麗に作ることができました。ここも特にね、ふにゃふにゃですけど、ちゃんとピンとなるので問題ないかなという感じです。で、こちらをじゃあ例えばルルコちゃんにかぶせてみるとどうかなというとこなんですけど、こんな感じになります。こう若干多分リカちゃんよりも頭がちっちゃいのかな。なのでちょっとブカッとするんですけど、でもじゃあこれ以上ちっちゃくするとってなると、割とねミリ単位以下の調整になるのかなと思います。なので型紙を小さくしてもいいですけど、もっと縫い幅を取って微調整するぐらいでちょうどいいのかなという感じです。ちなみにおそらくももこさんだとさらに頭がちっちゃいので、ちょっとももこさんになるとそもそもこの形の帽子を縫うのが厳しいのかなと。もちろんお上手な方はねできると思うんですけれども、で逆に型紙を大きくねコピーすればブライスとかミディブライスとかのねサイズはいけるんじゃないかなというふうに思います。うまいこといきました。結構このね立体で縫うっていうのは私そもそも苦手なので、ちょっとこれうまくいくかなって思ってたんですけど、思いのほかうまくいったのと、こうやって6面別にね布を絶対同じじゃないといけないってわけじゃないので、なんか余り布とかでね作っても可愛いかもしれないですよね。あんまり派手な布だとすごいサイケデリックな帽子になっちゃいますけど、でもそれもそれでまた面白いのかなというふうに思うので、いろんな布でねいろんな大きさで作ってみると楽しいのかなというふうに思いました。この夏の時期はまさに帽子が似合うシーズンなのでね、ほんとこんなようなファッションでね、半袖ジーパン帽子とかでねこう可愛く決めてもいいのかなというふうに思いますね。またね、帽子もこういうキャップタイプだけじゃなくて、麦わら帽子とかね、いろんな形の帽子も今後作っていきたいなというふうに思います。本日はリカちゃん着せ替えソーイングブックの2巻からキャップを作りました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。